戦に見せかけた長期戦に見せかけた短期戦だったんだよ。この天草という人格はコスパ悪くてさほど長時間持たない事情もあったから、記憶屋が出てくると分かった時、十中八九これは記憶の神天才であると思った。それならば記憶を読まれる前提で偽情報をつかませてのか乱を考えた。その仕掛けが目標額4000億。ルールを聞くまでは単に長期戦狙いに見せるため事前に仕込んだ偽情報だ。口で短期戦を似合わせる逆の発言もした。まるで長期戦狙いを隠しているかのように。握手の後、お前は俺がニーナに行ったことの大半を疑っていた。しかし4000億について疑わなかった。俺が80億手に入れたのに死をかけた勝負をする必要はないからだ。4000億でこの死を実行支配するという目的は作り話だった。じゃあなぜ俺があんな体制にこだわったのか。俺の本当の目的は何だったのか教えてやろうか。お前だよ、記憶の神天才。先々のこと考えるとお前が味方にいりゃ大金手に入れるよりよっぽど展開が早い。見抜けんかったろ。そりゃ見抜けんわな。俺もここに来るまで資金調達を目的に考えてたぐらいだし、こっから先は取引だ。死ぬか仲間になるか。後者なら信頼の証だ。ここが搾輪場になれば検察に口利きしてやる。ついでに記憶を読む。30分で記憶は消えても納得感は残るだろう。嘘だろこいつ。設定の段階でほとんど考えてない。ルールを複雑化しただけだ。ルールを聞いた後4000億未満なら俺が勝ち上がることはないという偽要素が加わる。となればルールの追加修正案は長期戦狙いでかつ4000億の寸前で山場が来るような設定にすればいい。そしてこのゲーム本来のルールならお前が負けることは絶対にない。最低でも死ぬことはない。だからルール設定の段階で俺は思った。本来のルール上での優位と保証を失った時、お前はその環境を取り戻そうと動くから、そこに罠を仕掛ければ勝てるのではないかと。それがダウト無効権だった。ダウト無効権に導くにはダウト成立が必要。そのためには神天才である証明が必要。その前には俺は合理的な理由の下で神戦術を使える状況が必要。カードの勝敗、弾の位置情報を掛け金の高に絡めれば安全圏からお前を撃つことができる。ミーナから読み取った目標額4000億の嘘情報。30分の間にボスらを返して再入手したようだ。再入手せず忘れたままなら引っかからなかった罠にお前は引っかかったんだ。忘れるは偉大とはよく言ったもので、1回戦で右手でカードの角を曲げただけではなく、左手でアーチ状に折り曲げた。これによりカードは弧を描き目印になった。カードを曲げるのは不自然でも、このアーチ状に曲げる仕草は自然なのでお前は気づかない。印つけたことが別の方法で印をつけるプラフとは思うまいよ。迷ってたようだが折り目を戻しても戻さなくても同じだったんだよ。俺の狙いはカードの丸みに気づかせないことだったのだから、カードの角の曲がりを見て見ぬふりしたということ。この状況を逆手に取るらしいことも大体分かった。ならそれをさらに逆手に取れば勝てる。1回戦後にひらめいた。エースやキングでフルハツか4カードのようなゾロ目役が支配できるなら、次に弱いストレートやフラッシュにお前を誘導できないかと。記憶が神業ならカードの位置確認ができます。公平を装いつつお前の都合よくルール変更すれば必ず食らいつく。ルール通りなら2、4、6回戦での勝敗が確認だ。低確率で死ぬけどここさえしのげば勝ち確という道に罠を張り、誘い込む大まかな筋が開けてきた。お前が2回戦で手札にボーナスを使ってスペードの2と3に俺が小指で触れたことに気づいて、それは単に数字の弱いカードを俺がお前に配るための策としか思わない。実際は1回戦のお前の手札がスペードのエースとキングだから。フラッシュは揃うがストレートフラッシュは揃わせないための誘導。3回戦で俺が勝ったのは4回戦で負けるためでもあった。4回戦でお前がボーナスを使った時全てのカードの軌跡が読めるので、カードの並び順に加え2、3回戦の俺の手口も知る。それは同時にお前が痕跡を残す結果にもなる。もともと4回戦にお前が弾を設置した可能性が高かった。お前が勝ったことで弾が4回戦にあるのは確実であり、ピストル剣を使っても6回戦に入れる可能性は低いと判断される。4回戦終了後、お前は場のカードを束ねて水平に持っていた。その時右手でカードの角を曲げたな。俺がエースとキングの目印にしてた角の曲がったカードが増えれば明細にできると思ったからだ。だが左手は動かなかった。アーチ状のカードに気づいていればこの時左手でカードの束をアーチ状に曲げて明細にしたはず。この時ボーナスを使えばダウトする気だった。間髪入れずデックに移したので使ってないと判断した。デックにまとめてボーナス使うだろうと思ってはいたが、これでお前がアーチ状のカードを把握してないという確認が取れた。だから5回戦でのルール変更に踏み切れた。弾の位置が把握できなくなったお前は、俺が第1局で4000億に届かないので決着をつけないという考えに固執した。というより、6回戦に弾が入ってないことを疑いたくなかった。お前にはピストル剣なしで負けた場合でもルールを破って俺を撃つ手段があった。ワンチャン警察がもみ消してくれたが、銃を握ることができなくなった段階でその保証がなくなった。となると必ずダウト無効権が必要になる。ピストル剣2回分と交換なので1回分しかないお前は局をまたいで2倍にしなくてはならないから5、6回戦ではピストル剣を使えない。ピストル剣を使いたくないという願望が嘘情報の可能性を頭から排除した。その願望を俺は狙い撃った。お前は1回戦で角が曲がったカードを見て見ぬふりし、4回戦で角が曲がったカードを増やしたことで明細にした。俺は俺で念のために1、2、5回戦後に回収したバフダもアーチ状に曲げて明細にしていた。つまり角が曲がっているがアーチ状でないカードはお前のフェイク。角が曲がってないがアーチ状のカードは俺のフェイク。角が曲がっててアーチ状のカードはエースかキング。お前が個別に手に持つことができたカードには必ず印がされていると読んでいた。つまりお前が手にしてきたカードでできる最強の役がフラッシュなら、角が曲がっててアーチ状のカードを取れば4カードかフルハウスなのでおのずと勝てる。俺の4カード
封じるためにお前は先にスペードのエースとキングを取ったらしいが、3枚目以降はフラッシュに誘導される。お前は2回戦で俺がお前に配った手札スペードの2と3回戦の手札スペードの10を取りに行った。俺の誘導と気づかずに。そして最後のピストル剣を使わない選択。お前にとって使わない結論ありきの選択。現に最後頭の中駆け巡ったの。自分に好都合なピストル剣を使わない理由だ。あくまで可能性の段階の話まで断定してしまい、無防備のまま最低第3局までダウと無効剣が手に入らない展開を避けたい欲が抑えきれなかった。2回戦親から始められるのも魅力だった。誰であれ避けられない要求をぶら下げられたら踏みとどまれないものだ。カジノでカモにされていた連中の心理そのものだ。まさか自分がそうなるとはな。逆手に取る奴が出てくる予想はしてたのに、奴はその上を言った。設定の段階でほとんど考えてなかったことが意外か。アイデアは今あるものを工夫して生み出される。場面場面で俺はお前ならやりそうなことを予測しその裏を取った。能力分析が正確だからできたんだ。そしてそこに命をかけた。最初と最後を先に決め、アマトの中継地点を介して張り巡らされた幾重もの道から一筋を選ぶ際、時に最後から道のりを逆算し、壁に当たった時壊すか越えるか回り込むかでまた選択肢が増える。予定調和などなく最初は最後すらも変更される可能性をはらむ。その上で二次元化によりリスクに踏み込んで勝利した俺。記憶を読むことでリスク回避したのが敗因の能力の差がままスタンスの差となり勝敗を分けた。アイデアはアップデートによって生まれる。俺からも一つ質問がある。ボスらが試し撃ちで俺に弾を選ばずの時、もし違う弾を選んだとしたらどうしてた？銃に仕掛けがあるのかと思ってたが違うらしい。あれはどういうトリックだ？トリックじゃない。俺たちには分かってたんだ。ジャグラークラブって組織がある。神戦術の調査研究を目的とした政府系シンクタンクだ。所長のゼクロスは謎多き人物で側近の会員すら誰も顔を知らない。アスリートスタジアムに出ていたチーメロは奴の配下のものだ。お前が選んだ弾以外は全て実弾だった。あの選択を迫られた場合、奴らの研究結果によるとマクロカリスマは必ず左手手前の弾を選ぶよ。俺がボスらに教えた。俺には記憶がない。気づいたらここにいた。しかしいくらかのこの勝負に必要な情報が当てがわれていた。これは勝つためじゃなく来たる日に負けるために当てがわれたらしい。そしてそれが今日だった。全て奴の仕業だ。勝つためだとしたら必勝法が記憶にあるはずだから。だから俺はいつか負けるその運命に逆らおうとしてたんだ。俺はゼクロスに操られている気がしている。自分の意思で行動していながらプログラムされている気がしている。俺を使ってゲームをしているようだ。奴が俺にとって絶対死ならば俺は奴を殺す。自由意志を手に入れるため。神などこの世にいない。そう考えていることすら奴によるプログラムであるような気がしている。あるいは別の誰かが何らかの目的で俺がそう思うように当てがあったのかもしれん。考え出したらキリがないがゼクロスを殺さねばならない。自由意志を手に入れるために。過去の記憶は必要ないのか？忘れるは偉大なんだろう。執着は不自由だ。そう考えるのも自由意志か疑わしい。それもうどうせなら俺持ったのがよくね？神などいない。好きにしろ。見ての通り僕が勝った。すぐ病院に連絡してください。あと490億払ってもらいますよ。なぜピストルから実弾が出たのか納得のいく説明も。少々お待ちください。記憶やとの勝負で奴は消耗している。今なら神戦術を使えないと見た。外に警察を待機させてる。お前捕まるぜ。黒沢敦一だな。傷害の現行犯で逮捕だ。これは不正調査の過程の出来事でして、警察なら僕のことよりこのカジノの不正を捜査した方がいいんではないでしょうか。知らんな。それは別件扱いだ。我々は通報を受け、お前を逮捕しに来ただけだ。またぶち込まれるのか。僕の人生いつだってこうだ。神戦術なきゃこれだちくしょう。おい、そいつはここに調査に来て俺らに言われるまま賭けに興じただけだ。ピストルはカジノ側が用意したもの。俺らの指紋がついてる。手口についても後で証言するが、とりあえず内部捜査したらどうだ。てめえ、裏切ったのか。この状況で病院より先に警察に連絡する奴に裏切ったもへったくれもあるか。そんな必要はない。なんで、あんたらの仕事だろ。我々は政府の機関としての権限を有する。我々が必要ないと判断すれば必要ないんだ。こいつら全員お得意様だ。俺以外の人間の意見を聞かねえ。おいニック、シューターに4番狙うように伝えろ。遠隔班にも今から言う番号のハッチを開けるように連絡しろ。番号？ハッチ？ルーレットの内部にあるハッチを開けて磁石を作動させる。その番号を言うから遠隔班に伝えろっつってんだ。これでも捜査必要ないって判断するの？うちのリーダーが冤罪である証拠があるはず。現に被害者が傷害罪を否定してんだし。人一人殴って失神させといてよく言うなお前。それは後日改めて。改めてもついでに中見てけば。大人数で来てんだし。それでも逮捕だけするってんならうちら黙ってないよ。我々も政府の機関なんで権限言うすけど、全員名前控えさせてもらうよ。ちなみにこの会話も録音中な。提供すると言っても公金だ。3万ギャランを元手にして増やしたのならそれも当然公金だ。490億は全額返還してもらう。この嘘つき！ラッヒハハハハハよ！あれだそうですわね。見せてやりたかったよ。月光の歪んだ顔を。月光寮の闇が暴かれたんだ。ヘブンズパーティーは営業ライセンス剥奪、社長は逮捕。国営カジノの不正、警察との癒着、5000強の無能。しかもそれが全土に報道されたわけだ。
テラセンの後任はアノル。ファイブスターキャッスル及びその衛星士はサクリン領に編入された。自主的に告白すれば借金を抱えた5000卿を不問にすべきとサクリンが主張したからさ。彼らもまた被害者であり、法的な賭博による立場上の責任はないと。むしろ腐敗した行政の責任ははるかに重いと。まあ遠回しに月光をなじったわけだが、一言も名を口に出さないところが逆に憎いやり口だ。サクリンは一躍5000卿の面々の支持を得ることになった。並びに釘を刺しておくぞ検事総長。検察は行政権の内側にあって一定の独立を保つべし、この件について寛容な処置を取った場合は凶暴とみなす。意義はあるまいな。小気味のいい話ばかりでもありません。月光殿下は全種一律一審制法の成立を急ぐ気ですわい。メンツを潰されさぞや死に物狂いだろうな。何か策がおありでしょうか。見せしめに憲法違反の法を通すなど愚の骨頂とだけ言っておこうか。速報です。本日午後1時23分、桃田区5000卿が亡くなられました。改装記念パーティーを延期して弔問に行かれますか。戦場員で顔を合わせる程度の仲だ。必要ない。お悔やみの手紙で十分だろ。すぐ書くから郵送の手配をしてくれ。教授になんですが総帥、帝国追放大受賞おめでとうございます。急な受勲で私も驚いた。陛下既得のため叙勲式はなかったが、せっかくなら今日一日ぐらいお付けになってくださいまし。お似合いでしたよ。勲章などこの漫画君が言うならそうしようか。どうかな。少しずれてますが。ありがとう。